映画作りを再開しましょう。前回、友人が秘密裏に処刑されたり、ポストカードを送ったり、検閲を導入しましたね。で、早速何を言ってきたんですか？偉大なる祖国を PR する映画を作ってほしいと。これを作った脚本家は、2年間休みを取らず図書館に住み込み、真のドキュメンタリー映画を書き上げたそうです。力入れてますね。そんな彼の努力を無駄にするわけにはいきませんよね。というわけで、案の定これも映画化します。巨大スタジオの第1ステップが完了しました。ちなみに、条件は、星5以上の俳優さん8人以上と3年契約継続でした。第2ステップですが、一番厄介です。興行収入ランキング1から3位を独占しないといけません。アクシデントですが、シリアルキラー役を演じるために狂人と会いたいそうです。一番いいのは刑務所ツアーですが、密造酒業者さんとのポイントを使いましょうか。所長さんとのポイントは、強制捜査抑止のために使い続けますからね。なんかやべえ人が来ました。ドラゴン？ゴブリン？ファンタジーが溢れてますね。秘密結社の雰囲気が漂ってますが、まあいいや、愛国心のある映画が欲しい、ですか。ここまで来たら、全員の要望を聞いてやりますよ。さあ、どんな物語要素をくれるんですか？おう。あまりにも同じようなものが作られすぎてて、一般の観客すらも先の展開が分かっちゃってます。確かに、受けがいいものをこすり続けると飽きがきますよね。でもね、ここでもコード規制がね。一応、エイリアンや吸血鬼とか、ちょっと違うもので目先を変えてはいますがどうでしょうか。最も使用されている物語要素を使うと、評価や観客動員数が下がるのかな。映画作りの際は、気に留めておきましょう。興行収入ランキング、3位がいませんね。ちょっと、1位の配給期間が長すぎたかな。1本あたり4ヶ月とガチガチに考えておきますか。場面が行ったり来たりで申し訳ないですが、ファンタジー系秘密結社さんからお願いされた映画を作りますよ。今回のタイトルは、白い壁の向こう側です。黒人職員である主人公は、周りから日常的にのけ者扱いされていました。一方、白人同僚であるライバルは、己の力で居場所を確保したと感じており、主人公の不満は被害妄想と一周しています。ある日、奨学金制度から不当に除外された少女と出会います。主人公が調査を進めると、裏で団体が資金配分に影響を与えていることが判明しました。同時期、ライバルは出世ルートを邁進し、市長の腹心として仕事をこなしていました。が、偶然機密書類を目にしたことで、自分が信じていた公平な制度など存在せず、己はただ優遇されていたことを知ります。そして最後、一般市民も傍聴できる講演会にて、主人公が告発します。ですが、唐突であったため、わずかな味方しかおらず劣勢に立たされます。しかし、ライバルも立ち上がり市長を糾弾、二人の調査が悪を露見させる決定打となりました。とまあ、当時はそう考えてましたが、今考えるとお願いしてきた方がこの映画を見たら自分たち悪者やんけとなりますね。反省です。野生的なあれが利用可能になったところで、父なる祖国の子が公開開始です。特に言うこともなかったので、サクッとここまで飛ばしてますが、当然のように高評価です。本当ですね。キノマークも A です。特に芸術的評価が8点もあります。とはいえ、脚本家も含めて、私たちは優秀な人材が多いです。本当ですか？見せてくださいよ。はい、ドーン。先ほどの白い壁の向こう側です。これは強い。さっきのよりも上じゃないですか。そうですね。すべてにおいて上回っており、ボーングラインダーさんまで絶賛してます。私たちのスタジオは、すでに自力で名作を作れるようになったんですよ。まあがっつりコード違反してますけどね。
悲しいな。この時がやってきました。ドイツが進軍開始です。同時に、友人関係が問答無用で解消されました。まあ仕方ありませんね。今まで散々稼がせてもらいました。そのことですが。今までズブズブの関係だったことは、誰の目からも明らかであり、身の潔白を証明する必要があります。そのため、今まで稼いだ$7900万を慈善団体に寄付しましょう。今のスタジオ講座の約9割じゃないですか。ですが、本件を放置すると、日に日に我々への視線が厳しくなるかと思います。ご決断を。いいでしょう。記者会見をします。私は間違ってたんでしょうか？あの時、リードラーさんの手を振り払った方が良かったんでしょうか？あくまでゲームですが、いい悪いと単純に割れませんよ。少なくとも、協力して得た資金は、従業員や建設会社を潤すことができ、一般市民は、高品質な物語を鑑賞することができました。利益を享受したからこそ、その代価を支払うのです。$7900万か。何を惜しんでるんですか。大切に使ってくださいね。新聞の一面に掲載され、我々の高潔な姿勢が絶賛されました。そう気を落とさないで、すぐにたまりますよ。善処します。ゲルジーさんが我々に対抗して、同じく寄付をしたようです。そんなところにまで対抗心を燃やさなくても、いくらでしたか？その額、なんと、1億5900万です。当然、史上最高額のようですね。私たちの2倍ですか。そんなに寄付して、あちらの会社が純粋に心配ですよ。日本人俳優である達也井川をスカウトできそうです。今ならたったの$1万。いかがです？ほほう。よくやりましたね。雇って差し上げましょうか。演劇で有名だったというのなら、もはやそれだけでも集客できそうですね。果たして星はいくらでしょうか？そうですね。星 7.7。かなりの力をお持ちのようです。劇場のスターという異名にふさわしい能力ですね。このまま、銀幕のスターへ駆け上がっていただきましょう。ですが、日本が真珠湾攻撃をしました。対日感情が急激に高まってますね。心が苦しいです。映画業界の方々も、そちらに思考がいっているようですね。ああ、みんなが戦争に取られる。生き残るか否かは賭けですね。ポルックス賞の名物司会者である、ハーランスター・サーフ氏も入隊志願しました。彼ってコメディアンだったんですね。画面からわかるように、みんなから愛される人柄だったことが伺えます。さて、悲観的なシーンですが、今回はここまでとします。ここから何人も戦争に行ってしまうので、次回の頭でまとめて表示しますね。ではそろそろ終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。